こんにちは。4代目畳屋達三です。今日はこの海どこでしょう。沖縄県うるま市テルマのビーチです。今日はここテルマの金城さんのところに来ています。テルマで作られてる沖縄県独特の畳表、ゴン太で味わい深い沖縄ビーグ表について知りたくてね、やってきました。きっといい話たくさん聞けると思います。では金城さんのところにやりましょう。名護に泊まったんですけど、万座も、今息子さんで何代目なの？息子で正式には2代目かな。3代目。うちの親父が製品じゃなくて床、畳の床をね、床を専門に作ってたんですよ。それは藁ですか？自分は藁です。あ、なるほど。でももう自分もほとんど作っておいたんですけど、なかなかね、畳の材料にするほどの大量の加工ができなくて、なるほど、宿泊してました。そうですよね。その沖縄でそもそもじゃあ稲わらが獲得できないってことは、お米を育てる文化はあんまり沖縄にはなかった。沖縄も以前はあったんだけど、やっぱり沖縄には川らしい川もないし、水の加工が大変という感じで、沖縄県全体の農業の転換として、田んぼよりは畑の方がいいだろう、サトウキビの方がいいという感じで、もう政策としてそっちにぐーっと県が寄ってしまったってことで、それでもうそれよりかは畳まで作った方がいいんじゃないかという感じで、私の代からそんな感じで。わら床作りから畳屋さん、畳屋さんから今度いぐさ栽培から織り上げへと移行されるきっかけとかどんな流れがあったんですか？我々この地域はね、もともとこういういぐさの産地で、産地なんですよ。そうなんですか。うるま市いぐさ生産組合なので、金城さんが幹事で会員さんが何軒くらい？今ね、生産してやってるので今12名です。12名。なるほど。結構でも多いような気もしますね。ビーグの語源ってビンゴで正解ですか？要するに昔はビンゴ、広島岡あれが有名だったもんですので、ビンゴ勝利作れるというものだという感じで、廃藩置県からもう本土に立ってたけど、ずっとたくさん入ってきてきたみたいなんですね。なるほど。廃藩置県きっかけでそんな感じで本土からも商人とかなるほど。国と国の境がちょっと低くなって、それで海を越えても人の行き来とか商売の行き来が出てきて、いぐさも明治に入ってからビンゴから沖縄にやってきたではないです。栽培自体は沖縄も昔からありますので、やっぱりこのいぐさというのはもう亜熱帯の植物ですから、そんな感じで山にはもともとの材料の苗っていうのを自生したのがあるんですね。これをそんな感じで本格的に栽培するようになったというのが大体220年ぐらい前から。江戸時代のですね。そうですね。じゃあやっぱり産業としては沖縄では沖縄のいぐさ産業がそもそもありながら、さらに明治維新後に九州とかビンゴとかの交流が始まって、そうですね。その私が来た時になんかそういう感じで田んぼに生えているこういうのを見て、これはビンゴで作られると思うんだ、ビンゴだというような感じで読んで、それがビーグになったという感じの語源になったというふうに聞いております。我々の苗はこういう感じです。苗ですね。これ沖縄のビーグの苗。かなり太いのも太いでしょう。そうですね。長い期間かけて太くなるんじゃなくて、もう沖縄で育ててしまったら、10年経たない間にもうこの太さまでなる。その原因ってもう突き詰められてるんですか？やっぱり気候のせいだと思う。いぐさが育てれるっていうことは田んぼが作れるってことだと思うんですけど、そういう水と平地というのがうるまは多い。特にこの近辺のテルマ地域というのは、水が自然と集まるところではあるんですね。ちょっと地図見よう。川はないけど田んぼの一角にため池、自分でため池を掘るんですね。なるほど。掘ったらそこに水が集まってきますよね。
でこれをそのまた田んぼにそういうこ込み上げとですね。て、そんな感じで必要な時にその池から水を引くことで、田んぼが維持できる。はい。この苗は何月に作られた苗なんですか？僕らの方では大体もうね、この虹苗というのははい。大体もう4月の末、結ゴールデン構早い。ウィーク、ゴールデンウィークの時期に虹苗として植え付けますので。でそれがそれなりに育ってきつつ、今度本格的に栽培するためにはのスタートがは大体10月ぐらいから。10月ですか？じゃあまさに今です。なるほど。じゃあこれも今こちらの苗も明日今からはもう明日は全部植え付けしまはあ。ちなみに、すみません、一株ってどれくらいの感じなんですか？す。こんな感じかな。なるほど。ここが根っこで、はい本来ならば苗床ではこっからはもう全部田んぼの中に入ってますね。そうですねはい。これを掘り起こして、で根っこをちょっと模様から洗って新芽とかそういうのを確認しながら、だいたい8本から10本ぐらいになるほど一株揃えていきます。このちっちゃいこれがはい新芽で、はい新芽が次のシーズンに育って、また新芽が新芽を呼ぶという感じで。そのシーズンに使ういぐさとして畳表に使うのは、今生えている緑の草なのか、これから生える新芽なのか、どちらなんですか？もちろんこれから生える新芽です。なるほど、じゃあもう今生えてる草はどっちか言ったら衰えていく方になって、新しい草がニョキニョキと生えていって、生えていきますそれをのでね。畳表として使うために収穫しますと、でその上で、またその株の中に残った、どんなものが残ってて、次のそのまた新しい苗になっていくんですか？苗としてはこういう感じでずっと残ってますんで、はいはい。で地下で、はいで次新しくちょっと生えてきた新しいものを取ってまた次へもんという感じで残しておくんですね。で一つのものはもうそのままずっと同じものというわけじゃなくて、どんどん新しいのができてきたら、新しい近いところのものを内容としてできるだけ置いとくようにします。なるほど。その循環で回るようにという感じで今自分から植え付けてやっております。で借り入れは僕らの方では大体、最近ちょっと早くなって5月の末ぐらいからは借り入れたりするのもありますので、以前はもう7月がメインだったんですけども、最近はちょっと、前倒しで、それでも十分に長さも実入りも納得ができるものが育ってしまえるっていう、いい意味で、へえ。朝は何時くらいかな、この時期は？朝はねそんなに早くはないですよ。早いとでももう、最近はそんなに朝ね太陽昇るのもそんなに早くはないですから、一番早いとでも動き出すのがもう6時過ぎぐらいでしょう。わあ、でも十分早いですよ。この時期ちょっとだけはね太陽も和らいできましたんで、ぶっ通しでやるところも言わしますけども、若い人に限りですね。僕らはもう十分に時間を取るようにしてます。40過ぎたらあんま無理したらあきませんので、じゃあちょっと製品ちょっと見てみます。はい、ありがとうございます。サブロク用の草。はい、サブロク用の草です。でどうしてもこういう赤いのが入ってきますから、これはもう目視で全部手で抜いていきます。なるほど。でこういった作業はかなり時間かかってくるものですから、歩いてもいいですか？大丈夫です。この独特の太いイグサによってなんだろう、足触りというか、旅館さんにも納めさせてもらったことがあるんですけど、やっぱお客さんもとてもなんか足触り肌触りがいいっておっしゃってた言うて、旅館の方言われてました。評判がいい、反応があるっていう感じで。これがハワイ普通ヘリなしに使うためにこれやります。でここではもうメッセージ表地のは作りませんので、もうみんなこの平織りだけです。ああいう昔からの骨董品がまた別なんですけれども、全部足やる。こういうのが来る前はみんなこれで畳屋も作っていたんですよ。実際にまだ現役でまだ動きをしますので、年に何回かは稼働して、こういうポジションなんですよね。こういう感じで。すごい。上みたいにそうですよね。
ってやってるんですか。ゆっくりね、逆にはまさに彼女前に全然分からへん、何やってるか。これ大丈夫ですか。大丈夫。何がいいのか悪いか分からへん。でこれでしかもイグサの引っ掛け線なんでしょ。そうですね、上の方に2本引っ掛けて、頭をこれにこうかけて生かすんですけど、2回ね。根っこはこれで持って生かします。ここね、糸が張ってますから。誰が考えたの。それで作った製品というのが。縦糸がまたね、しっこが味わい深。これはこれで製品ですので、で耳も組んでありますから、耳も組んであるから、これは畳用じゃなくもうこれで製品として仕上がります。なるほど。昔の沖縄中の畳文化というのはないもんですから。なるほど。藁床で表が張ってあってヘリがあるっていう文化じゃなくて、板間にお客さん来た時にこういう敷物を敷いて、なるほおど。もてなすとかそんな感じのあれですね。上等な座布団みたいな。ここでは昔からそういう感じで、もうこれ自体耳を組んでるから耳組むしろという感じで、戦前あたりからこの辺では普及してましたんだね。もちろん手作業でこう編みます。あと作りながら下で編み込んでいきます。一日うちの姉と頑張って2枚作ればいいようです。そうですよね。味わいがすごい。ね、これは三角なんですよ。琉球衣。ビーグじゃなくて琉球衣。琉球衣はこの丸いなのか三角です。三角衣なんですか。だから琉球畳っていうんや。そう。それをやっと戻ってきたわ。最低、ここで製品化して持っていったのが琉球畳。沖縄の琉球衣、三角衣で織られたヘリがついてない畳のことを琉球畳というのが、基本的にはこの琉球の衣使ってやれば、ヘリがついていても琉球畳には変わる。あ、そうですよね。ヘリがあろうがなかろうが、ただ問題はこの草ですよね。なんで写したはいいけど、これはそんなにたくさんは今作ったり販売もしてないもんですから、あんまりそういう感じはしてもお客さんに声かかっても対応できない。ただせっかく琉球畳師の中ついてるのがあるもんだから、だからこれをたまに3、4年に1回ぐらい作ってそんな感じで保存してる。なるほど。めっちゃ勉強になります。短文も見てきますか。行きましょう。この近辺でもみんなこんな感じで今短文をちょっと作ってるようなんですけど、明日約15名ぐらい来る予定なんですよ。15その体験みたいなもん。ここからどこまでがビーグは？この今見えてるところはもう全部水が入ってるところは全部ビーグの田んぼです。あんまり伸ばして、それこそ本当に2メーターぐらいまで伸ばしてんだったらいつまでもお元気で。今日はありがとうございました。こちらこそもう遠いとこまでありがとうございました。はい、ということで沖縄からビーグ表が届きました。うわー、ガッチガチですね。ポコポコ。香りも独特。いやー、これがですね、こちらが熊本県の宇城市の畑野安人さんが作ってくれてる高級品。普通の織ですね。一般的なやつ。で、こっちが、はい、沖縄産と書いてありますけれども、うるま市の金塩さんが今回ね、収めてくれた沖縄ビーグ表ですね。いかがでしょう、この違い。ゴツゴツした感じの沖縄ビーグに対して、繊細な織り上がりの畑野さんのピンと合ってますか？今回の仕事では、この沖縄ビーグ表を使った廊下に敷く畳を作ってまいります。
なんでだ